えのちゃん、カニゴでございます。ということで、本日の食材がこちら。よっ、謎の魚ということでね。それではこちらをさばいていく。エプロン洗濯中です。改めまして、本日の食材がこちら。鬼だるまおこぜ。っていうことでね、とんでもない魚がやってまいりました。オコゼの中でも最大級の大きさを誇るオコゼです。これ南の方に生息するオコゼなんですけど、こいつ実はめちゃくちゃ危険な魚なんです。どこがやばいかと言いますと、一見ゴツゴツしてるだけでトゲはないように見えるんですけども、実はここ、背びれに、お今見ました？毒がピュッと飛びましたね。びっくりした。そんな感じで毒飛ぶの？これ。目に入ったらやばいじゃん、これ。実はこのトゲ、ハブの毒の30倍の毒を持ってると言われてます。これ誤って刺されたらマジでシャレにならないです。で、このオコゼが意外と浅瀬にもいるんですよ。水深1メーターぐらいのところにもいるみたいなんですよ。こう見た目が岩そっくりで、水中の中だと岩と間違えちゃうんですよね。で、岩と間違って踏んづけちゃうと、足の裏にこの猛毒のトゲが刺さって、下手したら足を切断しないといけないぐらいまでなっちゃうんですって。なので皆さんも南の海の岩場で遊ぶときは気をつけてくださいね。本当に危ない魚です、これ。さっき毒飛んだのやばかったな、あれ。ちょっともうちょっとしっかり見せてあげたいな。いきますよ。毒飛ぶかな。お、出た。ほら。強い衝撃がかかると毒液が噴射されますね。しかも何が怖いかというと、これ閉めてから1日経過してて完全にもう死んでる状態です。死んでる状態でもこういう風に毒液が噴射されます。めちゃくちゃ危ない。僕も久しぶりに怖いなぁ。で、僕こちらの魚食べたことありませんので、今日はこちらの鬼だるまオコゼを使ってシンプルに唐揚げとお刺身、あとなんか美味しそうな出汁が出そうな顔してますんで、お味噌汁作っていきたいと思います。で、まずこちらの危ないトゲを落としていきましょう。で、オコゼは基本頭は安全なので頭持ちます。頭持って、うわ、ブヨブヨして切りにくいなこれ。ちょっとトゲのところだけ切り落としていきます。うわ、すごい毒液がピュッピュッピュッピュ飛んで手に当たります。怖っ。あ、すごいわ。この赤いハサミマジで優秀だわ。めちゃめちゃ切れるわ。よし。とりあえず尖ってるところはもう落ちましたので、ある程度は安全になりました。でも油断はできないですから、ここは触らないようにさばいていきます。すごいヒレがこう大きいですね。こんなヒレしてます。で、お腹にも足みたいなヒレがありますね。で、じゃあこの足みたいなヒレのところから、こうやって包丁を入れまして、なんか独特な匂いがするなぁ。なんか魚の匂いじゃないんですよね、これ。カエルみたいな匂いがします。ちっちゃい頃田んぼで捕まえたカエルの匂いがする。でもね、この鬼だるまオコゼめちゃめちゃ高級魚なんですよ。美味しいみたいですよ。あ、硬いな、結構。うわ、身もめっちゃ肉厚ですね、これ。ほら、もう、わかります？この皮の弾力さ。レバーが太刀打ちできないっていうね。本当にさばきにくい。で、背骨がめちゃくちゃ硬いですね。うわ、これさばくの難しいわ。どうやって入ってんだ？よいしょ。よいしょ。とりあえず頭だけ。うわ、硬っ。何これ。本当に石みたいな魚だな。よし。はい、これ、頭が取れました。そうしたらね、ちょっとこの皮は剥いじゃいましょうか。なんか調理しても匂いそうだし、それに口の中に残りそう。この皮を剥いで調理していきましょうか。切りにくいな。で、皮を持ち上げながら包丁を通していくと。さばき方はフグと似てますね。フグとあんこを足した感じですね。はい、これ皮ですね。本当にガマガエルみたい。ぶっちゃけ僕カエルがね、そんな得意じゃないですよね。
ちっちゃい頃はね、触れたんですけど、大きくなるにつれ、ああいうのって触れなくなることないですか？不思議なもんですよね。これは世界各国で共通なのでしょうか？海外の方はもしよかったらコメント欄で教えてください。はい、皮が取れましたと。で、身がもっとタラタラかと思ったんですけど、すごくしっかりしてます。触った感じの例えは、鶏もも肉みたいな感じですね。そのぐらいの弾力あります。さて、では、お腹を割っていきましょうか。すげえな、お腹の膜はかなり広いですね。こいつは腹骨がないタイプだな。うん、腹骨はないですね。で、これ卵巣ですね。未熟ですね、まだ。で、これが胃袋ですね。で、胃袋の横のこれが肝かな。肝も新しいな。で、これ苦玉ですね。肝もちょっと怖いけど、軽くボイルしてお刺身で食べてみようか。なんかちょっと匂いそうですけどね。これも食べてみます。胃袋はなんか入ってるのかな？久しぶりの胃袋チェックといきますか。あ、何も入ってないですね、胃袋は。何も入ってない状態でこんだけ膨れてます。結構分厚いです、胃袋。胃袋のここら辺はとっても薄いんですけど、ここ、付け根のところめちゃくちゃ太いです。ではこちら3枚におろしていきます。まずはこのお腹ですね。ここの肉は切っちゃいます。これ取った方が絶対さばきやすいと思います。ここはここで食べるとして、でね、ほんと身がめちゃくちゃ肉厚なんですよね。この手の魚って、魚全体の重さの割には身が少ない魚が多いんですけど、オニダルマオコゼは身たくさん取れますね。よし、おろしていきます。硬いな。ここめちゃくちゃ硬いです。包丁入んないですね。変わった構造だな。おろしにくいですね。こういけるか。ここに硬い骨が入ってますね。なのでその硬い骨をこう避けて、こうやってさばいていかないかんですね。で、身がすごいね、ずっしりしてますね。出刃に身が吸い付く感じですね。すごくおろしにくいですね。よいしょ。はい、これがオニダルマオコゼの身です。とっても透き通ってて綺麗な身ですね。で、次はこっちですね。こうやって、こう押した方がいいか。もう割り切って、ここら辺からこういきます。ここすごく硬いので。で、下の方からもこう入れて、で、この時にできるだけヒレは触らないようにしてくださいね。もしトゲ切り忘れてて、手に刺さったら大変なことなんでね。はい。そしたらこの骨をお味噌汁にしましょう。でもね、ちょっと匂いがあるんで、これ一度焼きます。焼いてお味噌汁にしましょう。塩は振らずに、そのまま素焼きです。カリッと焼いて水分をしっかり飛ばしていきます。で、これ焼いている間に、一度身を食塩水に漬け込んで、塩水処理していきます。臭みと汚れ落としていきます。はい、そしたら水気をしっかり落としていきます。そしたらこっちから唐揚げにしましょう。で、血合い骨が入ってないんですよね。血合い骨がない代わりに、ここに強い腹骨みたいなのが入ってますんで、ここ落とします。すごい強いな。あれみたい。コチみたいな骨が入ってますね。これわかりますか？この白い筋、これ全部骨です。かなり太いですよね、これ。そしたらもう骨はないので、これを唐揚げ用にカットしていきます。このぐらいでいいかな。綺麗な身ですね。そしたらボウルに入れて、ニンニクチューブ、で、生姜チューブ、お醤油、で、混ぜ込みます。で、これで10分ほど味を染み込ませます。さあ、骨の様子はどうかな？お、かなりいいですね。こんがりと焼き上がりました。そしたら火から下ろして、同時進行でこちらのお味噌汁も作っていきましょう。お鍋に水を入れて、で、そこにおこぜ。で、ぐつぐつ煮て、おこぜの出汁をしっかりと取っていきます。よし、じゃあ刺身を切っていきましょう。刺身はとりあえずちょっとにしておきます。全部切っちゃって刺身があんまり美味しくなかったらもったいないのでね。よいしょ。半分に切って、こっちは骨がありますんで、こっちは刺身にしないで、こっち刺身にします。でまず薄皮を剥いで、形を成形。
で、こちら高い方を上にして、うわ、切りにくいな、これ。このぐらいで切っていきましょう。薄すぎず、厚すぎずの大きさ。このぐらい。筋を切る感じで切っていきます。これ綺麗ですね。ほんとシルクみたい。で、問題の肝ですよね。肝はちょっと一回茹でますね。はい、そしたら肝、血抜きして、しっかりめにボイルして冷やしました。こんな感じです。切ってみましょうか。うまそうですよ。ほら。もう見た感じはまんまあん肝ですね。こう薄切りにして、このぐらいに切って、お刺身に盛り付けましょう。ちょっと殺風景で申し訳ないですけども、これでお刺身の肝のせの完成。そしたら出汁の方がかなりいい匂いしてます。揚げてみましょう。すっげえ出汁が出てる。昆布とかカツオとか何も入れてないですからね。何も入れずに、これだけ濁りました。で、だから匂いがね、魚の匂いももちろんそうなんですけど、でもこういう魚は独特なのかな。甲殻類の匂いがしますね。そしたらちょっと出汁を取って、で、そこにお塩を一つまみパッパッパッと入れて、これで出汁そのものを味わってみます。いただきます。うわー、うまっ。これ味噌落とさなくてもいいですね。とんでもないぐらい出汁が出てます。この量に対して、ほんとこのぐらいの塩、パラパラパラっと。これでいいです。味噌溶かしちゃダメだ。これで鬼おこぜの牛尾汁ですかね。完成。最後、唐揚げ作っていきます。やだなぁ。魚の唐揚げ。漬け込む。で、次の工程。片栗粉。これです。このパッケージ。片栗粉。そしてこのメーカー。まだまだたくさんある。減らないし、まだありますね。また追加で送られてきてますからね。バカ野郎。まあでも大丈夫です。今日はね、フリフリスタイルでいっちゃいますから。ジップロックに入れまして、よいしょ。入れまして、よし、OK。そしたらそこに、下味のついた鬼だるまおこぜを入れて、軽く空気を入れて、ジップして、フリフリ。バッチリですね。そしたら揚げていきます。はい、ではカラッと揚がりましたら、こちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、食べていこう。久しぶりにシンプルな食事ですね。ではまずこちらの唐揚げからいただきましょう。今回唐揚げすごく上手に揚げれました。大成功です。で、すだちをちょっとかけて、いただきます。まっ。うわ、これむちゃくちゃうまいよ、これ。下味もいいですね。あんまり醤油入れすぎると、辛くなっちゃって、おこぜの風味が台無しかなと思って、醤油は少しにしました。で、身質がもっと繊維して硬いと思ったんですけど、ふわっふわです。綿のような身質してますね。歯いりません。舌ベラだけで食べれます。で、とっても滑らかな口当たりですね。うまい。続きまして、こちら、味噌汁にする予定だったけど、あんまりにも出汁が美味しくて、牛尾汁になりました。わかりますかこれ。油なんですよ、全部。あんな見た目で、しかも南国の方のお魚で、こんなに油が出ますから、キラキラキラっと。鬼だるまおこぜの骨。そしてほんの少しの塩だけです。いただきます。優しい。ここに気持ち白だしをちょっと入れたら、立派なお吸い物になります。でもこれはこれで美味しいんですよね。僕好きですよ、これ。で、こいつね、骨からの出汁が半端じゃないぐらい出ますね。
あんまりいないですよ。こんなにね、露骨に出汁が出る魚。次はこちら。お刺身いただきます。お醤油とポン酢用意しました。そしたらこちらの綺麗な純白の身を、やっぱポン酢がいいと思うんですよね。ポン酢にくぐらしていただきます。かなり淡白ですね。切ってた感じ、ちょっと硬いかなと思ったんですけど、全然硬くないですね。柔らかい。ほんと、フグとあんこを足したような身ですね。初めて食べます、こんな身は。肝ですね。おこぜの肝は美味しいはずなんですよ。いただきます。臭くない。ポン酢にたっぷりくぐらして、うわ、めっちゃうまい、これ。あ、でも部位によってはちょっと匂いがあるか。まだ血が抜けきってなかったのかな。でもうまいわ。はい、ということで、今日はこちらの鬼だるまおこぜの唐揚げ、お刺身、後ろ汁ときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でんギノのやつ。唐揚げはもうないですけども、また追加で後で揚げよう。揚げたてとビールでいこう。はい、じゃあ、7対3。いや、8対2か。いただきます。まあでも何はともあれ、刺されなくてよかった。それじっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はおっきな鬼だるまおこぜ、さばいて食べてみましたけども、噂ではうまいうまいって聞いてたんですよ。まさかあんなに美味しいとは思いませんでしたね。で、鬼だるまおこぜも、そんなにまとまって狙って取れる魚じゃないんですよ。なので希少価値は高い魚みたいです。味もいいし、超高級魚として扱われてるみたいですね。ちなみに今日のあの1匹で15,000円しました。キロ単価で言うと5,000円ぐらいですね。なので安い魚ではないんですけども、とってもいい経験ができました。で、皆さんもさばくときは絶対気をつけてくださいね。刺されたら人生終わると思ったぐらいの感じでさばいた方がいいみたいです。本当に毒がやばいらしいんで、まだいろいろ気になった方は鬼だるまおこぜって調べてみてください。恐ろしい事件がね、いっぱい出てきますんでね。はい、ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。